おや？サタンとレビアタンじゃないか。二人して応接間で何をやってるんだ？いやあ殿下、レビーと一緒にオタク FM が始まるのを待ってるんだ。殿下は傲慢ゴミ虫悪魔にでも用か？傲慢ゴミ虫。ああ、ルシファーか。そうなんだ。ただ少し早かったようだ。もしよかったら私も一緒に聞いてもいいだろうか？もちろんだ。しかし今日のレビアタンはよく寝ているな。起こすのもかわいそうだからこのままそっとしておいてやろう。そうだな。お、時間だな。ということでオタク FM スタート。オタク FM アニメ&チルシーズン2。皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の門聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミーシーズン2の情報などさまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあそんなオタク FM アニメ&チルシーズン2の第12回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方たちです。どうぞ。ラッドの生徒会長、そして魔界のプリンス、ディアボロ役の山本拓平です。ラッドの生徒会長、そして魔界のプリンス、ディアボロ役の山本拓平です。おいおい言うた。待って山本拓平さんが今お二人いましたけど、どちらが本物の山本拓平さんなんでしょうね。これおはがきお待ちしてます。私に決まってるやろ。いやどっちなんでしょう。拓平さんが2人いるからちょっとどっちに拓平さんと言っていいか分かんないんですけど、僕両方に言うたらええやん。両方に拓平さんで、じゃあもうどっちも拓平さんで進めていくっていうことですか？ごめんちょっと俺この茶番の展開が全然読まれへんわ。どうすんごめんどうすんの？すいません、どうすんの？先輩がなんかそうです、弱いから弱いから二重人格四男サタン役の住慎也です。はい、はい、よろしくお願いします。あまりにこんなに弱いとは思ってなかった。もうちょっと乗ってきてくれてもいいんじゃないですかね。なんかダブルタクヘイズまでは行こうかなと思ってたんやけど無理でしたわ。それはちゃんとほらなんかいろいろ打ち合わせとかしてくれんとなんか急にやられたらドキドキするやん。台本ないと喋れない人。そうですよ。なんか多いな、お前それ。多いですね。本日はこのお二人ダブルゲストでお届けいたしますけどもね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ久々にお二人来ていただきましたけど。ちょっと待ってください。どうですか？なんで来たん俺。すみさん。はい。これ今回のアニメね、オベイミーシーズン2第12話、このアフレコ終了後に収録します打ち上げパーティーというねタイトルでした。まあ番組聞いてる留学生の皆さんはご覧になってると思うんですけども、ご覧になってる方からしたら確かにそうかもしれないですね。今のやったら今の流れで言うたら、いやスミさんおる理由あるでっていう流れやと思ったんやけどないやん。いやスミ君の疑問を肯定しただけで終わった。何してんの？いや実際まあ僕はまあパーソナリティやからいるじゃないですか。スミさん12話出てました？回想やん。いや出てたよ。出てた。回想やん。わし参加してもらんねん。いや違う。オタク FM アニメ&チルシーズン2、シーズン1の時に一回3人でやったでしょ？やりました。やったでしょ？やりましたね。あれはまあ特別な回やったわけですよ。この第12回も特別な回になるということで3人でお送りするということです。わしやなくてもええやないかい。わしで来たくないんかお前は。そういうこと言うなお前。仲良くやりましょうよ。拓平さんどうしたんですか？今日おとなしいですね。あ、そう？はい、なんか今日おとなしいと思います。なんかまだどこに引っかかっていっていいかこうザイルのかけ場所をなんか見つけられずにいてんねんけど。急に言葉も言われ出しましたけど。難しく変換しようとして失敗するのやめて。丁寧に説明していくスタイル、先輩のあれを。はい、まあこの3人でねお届けしていきますけども、頑張ろう。アニメ12話
拓平さん、はいはいまあまあもちろん出演してましたけども、はい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 ディアボロとしてね、はいいかがでしたか？いやあなた簡単にね、もちろん出演してましたとかしれっと言いますけどあなたね、はいはい我々5人が、うん5人で踊るかな、サイレンキャラクターね5人ね、我々5人がね、今回参加できたこと、どれだけ華々しく喜んでいるか。あ、なるほど。おうそれはみんないろんな性格の人いますから、はい僕みたいに「いやー」言うて喜んでる人ばっかりじゃないですけどね、うんうん、それやっぱ話聞いたら内心はもう大事件として受け止めてますよ。あ、シーズン2に。そうですそうです大事キャラクターがそうです、はいもうそんな出てましたけどどうですかみたいな、そんなあなたたちみたいなレギュラーキャラじゃないんですから私たち。急に卑屈になっていくやん。なんで？この最終回について触れてほしかったけど、まさかのアニメ全部に触れてくるのはそう。いやいや最終回ね、本当にまた兄弟たちの、やってきた、はい1年間の動きを振り返るっていう形やったんですけど、サイドキャラたちもね1年間を振り返るって何ですか？1年間もなんかやってないですよ。今年2022年1年間あなたたち頑張ってきましたけどねみたいな感じで言われてもいやその今年やったやつな、はいはいシーズン2ねシーズン2な、うんうんシーズン2な、あれはまあ確かにみんな頑張ってたけど、今回12話で5人頑張りましたよ。あ、そうですか。なんかみんなやっぱりね、やっぱり脂が乗ってきたというか、うんほらそれぞれに出演会もあったわけで、もちろんなんか、すごい脂が乗ってきてなんかいい感じ喋りがなんかもうおっちゃんやな油乗ってきたとか途中からだっておっちゃんだもん。令和ですよ今。こないだ久しぶりにさ、はい天然のハマチ食ったらちょっと脂身少ないねんけどやっぱ歯ごたえが良くてよかったね。関係ないやん。いや油つながりで今ちょっと思い出したんで喋ってみました。まあ切られることでしょう。多分切られ逆に切られへん気がするんですけど。美味しかったですよ。はい。アニメの話してもらっていいですか？結構したつもりでおってもうそうですか。そうですじゃあアニメそのパーって喜んだって言ったじゃないですか。武井さん大事件やと。じゃあそれについてちょっとその思いをもうちょい詳しく教えてくださいよ。重いね。もうなんか怒涛の僕にとっては怒涛やったんであれですけど、でも今日同じ思いも耳にしてやっぱ歌を歌うっていうのがねすげえ大事件でしたけどね。それアニメシーズン2関係ないですね。そうかそうか。キャラクターソングの話です。話聞いてる先輩。しかもそれオタク FM ミニでその思いは喋っていただいたじゃないですか。喋りましたよ。はい喋りましたけど、今日だって喋ったっていいじゃないですか。オタク FM ミニは武井さんの中で名作やったでしょ。名作でしたね。はい。いやでもね今日のね、あれどうなんですかね。何？やっぱり結局そのシャープ12って、なんていうの二次元キャラって二次元アニメ二次元やな。ほらなんかちっこい僕たちが SD キャラがね出てくるじゃないですか。あれはもうなんかシャープ12の恒例的なことなんですかね。どうなんでしょうね。まあ過去2回続いたっていうね。なんかあれを見ると年の瀬を感じるなっていうなんかちょっとね。金君今日に関しては俺も分からへん。投げんといてくれ。なんとかしていこう。どう通訳していけばいいのかがよく分からない。頼むでって感じやけど。皆さん良い年の瀬をって感じですよね。はい。それエンディングで言っていただきたいですね。わかりました。オープニングです、武井さん。なるほどな。まだオープニングか。めちゃくちゃ資料見ながら今喋ってますけどまだオープニングなんですよ。俺いつもまだオープニング。でもあれなんやな。だから12話でこの今までのエピソードのなんか隠れた話が出てきたんやろ。俺がめちゃくちゃ頑張った第8話野球界。出た。ルシは2打席目から全打ホームランは？試合も666対0でルシファーのチームが圧勝。いや待てよと。やめよやめとけもう。あんだけ俺頑張ったのに666って何やって。まああれ1回表のワンアウトやったからな言うたところで。いや俺アフレコの時めちゃくちゃ頭痛なってた。いやあれさ666点までよう頑張ったよね。逆にね4回でさ104点入れられた時点でなんで諦めへんかったんやね。いやほんまにそうやで。コールドやん。なんでそこまでやってっていう話だけどね。あそこで心折れると思うねんけど。武井さん反省してくださいね。なんやろびっくりした時にメガネがちょっとずれるみたいなねことやってましたけど拓井さんが言うてくれないから隅が内容について喋り出したんですよ。これをやりたかった。そうです。反省してください。じゃあほらそんなん言うてくれなちゃうやん。感じてくれよその年で。感じるわけない。僕がそんな台本に沿った進行ができるとそうや未だに思ってた。それはすみくんが悪いぞ。
いや違います。あ、そういうことじゃん。加田くんです。加加田くんが悪いぞ。全部加田くんが悪いです。びっくり全部じゃ言うな。あじゃあ拓平さんここについて喋ってもらっていいですかって言ってくれたら俺もちゃんと。そうだから俺が空気読んで喋りました。大丈夫です。はいはい、安心してください。はい、ありがとうございます。こんな感じで今日は始めていきたいと思います。もうね、だいぶと今日は長くなりそうな感じがしてるので、しんどいです。はい、頑張っていきましょう。そんなちゃんとした大人じゃないんだから。それでは始めていきましょう。番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM。オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。緊張。はい、こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆる普通のお便り普通おたを紹介していくコーナーです。それでは今回も矢口の恭平さんがわざわざ考案してくれた番組オリジナルのラジオネーム留学生ネームをつけて普通おたを紹介していきます。留学生はいそうです普通やな。そうや言うなそういうことなんか当たり前みたいなこと言うてなんかドヤ顔したね。ずっと使ってくれって言い続けたからなあの方ほんま。じゃあ拓平さんから紹介していきますか。あ、わかりました。では私、はい、お名前ももさんから。留学生ネームって言ってもらっていいですか。あ、留学生ネームって言わなあかんねんな。つけてって言ったじゃないですか。それでははい、お願いします。留学生ネームはい、ももさんからいただきました。ありがとうございます。山本さんへ、ディアボロの声を担当してくれてありがとう。こちらこそ、彼は私のお気に入りのキャラクターになりイラストを描くのが好きになりました。あなたが彼に与える甘くて陽気な性格は私を笑顔にしてくれますということです。ありがとうございまありがす。とうございます。ありがとうございます。なんか結構絵描く人多いんですね。ああ、すごいですね。イラスト、ファンアートというかね。お二人の周りもそうですか。なんか絵描かれたりなんかエピソードがあったらそれを絵にしましたみたいな話聞きます？でもやっぱツイッターとかでね、こっちに直接送ってくる人とかもいますよね。もうみんな上手くて羨ましい。はい。あれすごいですよね。なんかそこに愛情を感じますよね。なんか楽しむ受けるだけじゃなくて自分もアウトプットしたいってなるのがね。ああ、なるほど。なんか情熱。なんかその送られてきたやつみたいなんでこんなん良かったなみたいなのあるんですか？この間ね、僕子供向けの遊具なんですけど、またがって乗るとフラフラ揺れるね、真っ青のね、団子が3つつながってそれに角生えてるみたいななんかよくわからん妙な乗り物があったんですよ。またがったら気持ちよくてしばらく揺れててね、であんまり楽しいからそれの動画撮ってツイッターに貼ったんですよ。だからその僕がまたがってた芋虫なのか何なのか青い団子三兄弟みたいな、なんかそれのをキャラクター化して。ディアボロが乗ってる感じにした。ディアボロは乗ってなかった。違うんかい。僕が乗ってるそのもの、遊具だけを描いてきた。もう遊具じゃないよ。あれはもう生き物になってたよ。魂を得て。それに魂をつけて。そう魂をぶち込んでくれたファンの方がいらっしゃいましたね。あれは気に入って僕枕あったら欲しいなと思うんやけどね。枕生き物って言って後で見せますわ。いやすごい可愛い絵にしてくれました。だからキャラクターだけじゃなくてほんまにそんなんとかもね、なんか受け手の方がアウトプットしたくなるような作品になってるっていうのはなんかすごいことやなって思いましたね。嬉しかったっていう話ですね。嬉しかったです。すごい嬉しかったですよ。ごめんなさい、やっぱり僕無理です。すみさんもうちょっと諦めたい。頑張れよ。誰が言うてんねん。なんやろうな、ちょっとずつずれてる感じだよ。そうやねんな。30度ぐらいずれてる気するな。ちょっとずれていくんやな。そうやな。30度ぐらいのずれやったら新しい刺激として受け入れたら楽しくなるんじゃない。そうですね。はい、ももさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ続いてすみさん。はい。選びますか。じゃああれ言うたらいいんですね。そうあれ言ってください。あれ言いますよ。はい。留学生ネームマダムマンダンマジックさんから。ありがとうございます。ありがとうございます。これはスミさんへのメッセージです。サタンはとても可愛いと思います。私は彼の雰囲気が好きです。猫好きだし本の虫なのも最高です。私からスミさんに質問です。小説のジャンルについてファンタジーと SF のどちらが好きですか？私は文学を教えているので興味がありますと。文学を教えてる。教えてるって先生なんや。すごいね。じゃあ私の教えましょうか。お聞かせてください。はい、いきますよ。私が好きなジャンルね。小説のジャンルいきます。
ホラーとミステリーが好きです。ありがとうございます。待て質問を読め。ファンタジーと SF のどちらが好きですか。だからホラーとミステリーが好きです。ありがとうございます。お前ファンタジーと SF はどっちも好きじゃないって言ってるやんけ。ホラーとミステリーしか読んでないです。あ、なるほど。そもそも論ね。そもそも論ね。なるほどな。なるほどな。そういうことなんですよ。ホラーってファンタジーに寄ったりはしないの？寄らないやっぱりそれは寄らないんじゃないか。やっぱホラーって身近なところに潜んでるじゃないですか。そっち系やねんな。だから身近なだから拓平さんみたいな人ですよ。ホラーね、何が起こるかわからない。ミステリー。いやミステリーそうですね。まあホラーというか事故やからな、僕の場合。自分で言わすな。アクシデントアクシデントが服着て歩いてるようなもんや。何やねんそのジャンル。アクシデント。ジャンルアクシデントって意味わからんわ。何言うてんねん。読者疲れるねそれね。最悪やわ。いやでもやっぱりね、こうもうミステリアスなところあるじゃないですか、拓平さんってね。ありがとう、いじってくれて。結局拓平さんが好きみたいな感じになってるけど。そう拓平さんのことをロールモデルにして生きてると思います、私は。すみさんも30度ずれました今の30度で聞いてへんね。ホラーとホラーとミステリー。ミステリーね。ああそうかそうか。はい、だから30度どんどんずれていきましょうよ。怖いわ。最終的に一周したらもう元戻るからな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一ついきますかね。留学生ネーム川ノールさんからいただきました。はい。皆さんに質問です。アニメ2期のどのエピソードがお気に入りですかということですね。こういうのよ。どうですか？どうですか？じゃあ拓平さん。僕はもう出ましたからね。もう自分の出てる回が大好きです。酔っ払いですか？何そのポーズ。何それ？居酒屋のカウンターちゃうんやから。肩肘ついて頬曲げて出ましたどんなポーズや。いやもうほぼここにお酒がないだけで気持ち的には完全に酔っ払ってる感じになってますけど。でもさ、それこそソロキャンプの回、僕なんかどっかでちらっとソロキャンプのこともまあ勝手にですよ、ペラって喋ったことがあったんで引っかかった部分もあるんですけど、ほらダメ出しに巻き込まれちゃった人間界の方いらっしゃったじゃないですか。ダメ出しに巻き込まれた人間界の方がねいらっしゃったじゃん。チェーンソー持ってね。あれ人間界の方ではないですか。人間界の方じゃないのか。俺よく知ってる方に似てるもんだから。ああそういうことですか。あれ人間界の方ではないはず。J にね。そうまあ仮にね、だから名前出すとまたあれやから仮に J さんというふうにしておきましょうか。ね、J さん怖いよあれ。実際見たら。見たの？見てないけど。何やねん。今見た体で話したよ。いやああいう人が出てるね映画があるんですよ。で僕若い頃にそれ見てたんでね。なるほど。だからキャラがお気に入りやってことですね。そうあれよかったですね。まあちなみに言うとソロキャンプの話でもなかった。ソロキャンプの話じゃないですね。ずれたな。あれが結局ソロキャンプに発展する。なるほどね。すみさんどうですか？そうです。私はねアスモのゲームがなるほどね。いいね。あれね面白かったですね。面白かったですね。めちゃくちゃどうやっても攻略できないゲームってないやん。まあえぐいよねあのゲームはね。ゲームアイムさん頑張っててよかったなって思って。正解がないよね。いやアイムさん頑張ってたね。なんやろうな、ミステリー始まるところもいいし、ほんで何より俺が気に入ってるのは話でどんどん人がやられていくっていう。お前ホラーやんけ結局。ホラーとミステリーやんけ。今結局ホラーとミステリーの話な引っ張っていったな。そう戻していくけど、やっぱそういうところ大好きでした。君どうなの？僕はねあれや野球界やな。俺がしんどかったやつ。アニメ解説する回も好きやねんけど、野球界で俺野球好きやけど、野球アニメで1回表ワンアウトで1話使うの初めて見た。あるやろお前。衝撃やったな。お前あるやろお前。エネルギー貯めるだけで30分使ったアニメだってあるんや。やめろお前。最初の回想で15分終わんねん。あるやろ。あったけどそういうのも。ビルが崩壊するシーンだけで連載の1回分使っちゃう漫画かもしれますけどね。お前あれ使いづらいわ。使いづらいわ。お前先輩やぞ。
こいつ一応先輩やこいつって言うなお前も大概やお前も大概や何やってんねんお前。いやこのねラジオオタク FM のね収録回を重ねるごとに後輩の僕に対する当たりが強くなってくるっていうね。不思議ですよね。不思議やね本当に不思議なもんですよね。不思議ですね。いや本当にそういうつもりはなかったのに。まあアニメ2期はねどのエピソードもほんまにちょっと強烈でなかなか面白いものばっかりやったんですけどね。変わりましたね。皆さんもぜひねまた振り返っていただきたいと思います。はい、長いな10分喋っとるわ。そんな喋った？喋ってます。はい。ほとんどカット。恐ろしいな。はい、じゃあ盛り上がったところで、すみさんお願いします。以上、テルミーでした。元気やわ。こちらはゲストと僕の声の演技をゲーム形式で楽しんでいただくコーナーです。セリフと設定2種類のカードの山から1枚ずつカードを引き、その設定に沿って役作りをしセリフを披露します。例えばセリフカードが好きで設定カードが怒りながらであれば怒る演技をしながら好きを実演します。ここでは怒りながらの演技を当てられるかどうか完全に演技力が試されるゲームです。ちょっとわかんないです僕。あなた一回やりましたね。いやちょっとわかんないんでこれやってもらっていいですか。怒りながら好きやってもらっていいですか。そういうことですか。はい。いきますね。はい。好きってことですね。いや待てよ。今のはなんか怒りながらでもなかったよな。そう芝居にうるさい2人や。今日はめんどくさいぞ。じゃあ拓平さん見本見していただきましょうか。あ、俺からですか。拓平さんからいきましょうよ。これじゃあすみさん引かしたって。引かしたってって引かしたってってほら選びや。祭りに来た5歳児が飴玉の紐いっぱいのちゃうねやからあんた。こっちが選ぶスタイル。それは何よ。これ引いたらいいですね。はい、1枚です1枚。いきますよ。で僕だけ見てないでいいんだよね。あ、そうですそうです。見せたら意味ないですよ。わかりました。はいこれ。なるほどなるほどなるほどね。なかなか鬼やな。とんでもないババ抜き始まってる。いつも思うんですけどこういうゲーム発明する人って大体サディスティックですよね。一斉に喋るのやめません。マジで。なんで？いやスミシンやマジかお前。めちゃくちゃ。これや。これいやこれ説明しますけどね、ババ抜きで1枚だけババ飛び出すようにするでしょ。その形でこうやって渡してるんですよね。果たして引いた？それ引いた？踊らされといたよ後輩に。ああなるほど。あえてですね。あえて踊らされといたよ。わかりました。じゃあスミさんはもしかしたら知ってるかもやけど俺は全くわからないんで。俺はもう全然わからないです。怖いこの演技。何にもわからない。怖い。もうこのゲームのルールすら理解しないから。それはちゃんと読んで。僕はこれを全身全霊で今から演じればいいわけね。そういうことです。そういうことですね。わかりました。じゃあ行きますよ。では拓也さん伝わるかな。よーいアクト。君の瞳に乾杯。めちゃくちゃすごいですね。いやさすが本当に。やっぱすごいな。やってみて分かったけど、これもし正解やとしても、やった本人にすごい達成感ないわ。どういうこと？ただはしゃいだだけみたいな。なんか悪ふざけしたっていうなんかドクドクしただけが胸に残ってんねんけど大丈夫？いやそうですね。答え開けましょうか？いやまだです。とりあえず加田君当ててもらっていい？君の瞳に乾杯やろ。どういう設定やったかって。何？なんやろ踊り狂いながらとか。何その顔。二人ともがじゃあ拓也さん答え言うてください。ちょっと待って。君の瞳に乾杯。設定は今にも踊り出しそうに。当てるこれ。マジ？これ当てるってなかなかやし、これが伝わるっていうことはやはり僕の演技力。ただ俺言わしてもらいたいんが、これ弾いた時に拓也さんがまあ後輩に踊らされましたわって言って、俺刷り込みやったわ言葉の。今ね拓平さんもバレたかっていう顔してるけど、刷り込みやった。確かにそう絶対そうやなって俺は思ってたよ。しかもでも踊り出しそうでしょ。もう俺踊り狂いながらって言ったから、まあちょっと違うかな。でもまあね。でも拓平さんやったでしょ。やったな。なんかね最近ね口がうまいが通り越してねサブリミナル効果まで使い出してる俺。姑息な手段使いましたね。ただ俺には通じへんから。
俺には通じない。じゃあ拓也さん、もう見せていただきましょう。じゃあ色を、はい、もうこれ抜いといていいですね。抜いときましょうこれ抜いといていいですね。次誰ですか？すみさんです。誰ですか？すみさんです。すみさんって誰ですか？さあ見せてもらおうじゃないか。そこまでなくなったの記憶が。どうぞ。はいはい。はい、行きます。なるほど。はい、行きます。早いね。はい、行きます。いきますよ。じゃあすみさん。はい。よーい行きます。アクト。おかえり。おかえり。なんや今のおかえりは。これでも難しさがなんかほら温度感がさ、加田君と僕とさ、同じ反応がほーっていうのが揃っちゃうのも面白いね。予測してもらっていいですか？いやそうね、今時間稼ぎしててんけど。答え考えてもらっていいですか？帰りな。はおかえり。今のね。はい。どうでした？じゃあ拓也さん、じゃあここは拓也さん答えていただきましょう。じゃあもう今ねここまで出てるんですけどね、なかなか言葉にならないんですけど、なんかあったんちゃうかな。なんかあったんちゃう。今考えてんねやろ。帰ってきたんだ。でお帰りは言ったんだけど、言う前にものすごいなんかそうじゃないな、そうじゃないな。冷蔵庫にコップでよく冷やしてるのがあんねんけど、それがお茶の残りを冷やしてたりすんねんな。でこれがお茶やと思ってクーって飲んだらコーヒーやった時のうっていう苦いのが口に残った時にバタンただいまって言われたもんやからって出たセリフ。さ、この緑あなた一回見たでしょ？見た。そんな長文書いてあるわけないだろ。あ、そうか。苦い思いをしながら。そうね、なんか口が苦い。口が苦い。苦いもん食べた直後に言っちゃったっていう。なるほど。では加田君。そうね。もう一回言ってもらっていいですか、すみさん。あ、そんなんありなん？おかえり。睨みつけながら。ちょっと違う。ちょっと違う。じゃあ正解を発表してくださいよ。ちょっと違う。はい。ちょっと違う。いきますよ。はい。人を見下すように。うわ、なるほどですね。なるほどな。見下すようにか。まずチャランポランな答え出たしな。いやでも2回目要求してくるやつもおるしな。もうなんかこれたまらんなこれ。でも僕これ番組じゃなかったら俺3時間ぐらい遊べるな。じゃあ次行きましょうか。なんかすっげえ楽しいな。加田さんのね、やっぱり加田さんの演技力っていうのを私確かめたいんで。ほんまやね。加田さん、もうやってください。加田さんのもうしっかり私たち当てていくんで。じゃあしっかり当ててくださいね。当てていくんでね。わかりやすく演技するんで。お願いしますよ。なるほど。はい。投げ捨てよったでこいつ。スタッフが家族と一緒に作ったこのカードを。何してんねん。それはあかんわ。わりかし存在で扱いしてる。かかっての手間だけちゃうんやから。それはあかんわ。ペイってやっちゃいましたけど。確かにありました。はい。じゃあ行きますかもう。はい大丈夫です。じゃあ行きますよ。はいよーいアクション。頑張れ。可愛いわ。可愛いな。はい。可愛い。可愛い。頑張れね。感情込めてくれませんかね。トークに。可愛かった。そう？じゃあしっかり当てた方がいいですか？じゃあ当ててください。じゃあ可愛く。拓也さんは？いやもう当てるで俺は。じゃあお願いしますよ。可愛く。じゃあ同じこと言う。だってそれいや悪いけどそれしか情報載ってなかったからね君。かぶせの上等手段使ってきた。答えなんすか？可愛さ半分合ってます。可愛さ 100% で。はい。まあそういうことですね。じゃあ正解です。正解でいいです。正解でいいです。じゃあはいありがとうございました。コーナーの締め方よ。いや面白かったですね。はい。もうじゃあはい微妙な感じですけども。盛り上がったでしょ。以上アクトミーでした。楽しかった。それではここで一曲お聴きいただきましょう。やっと流れます。レビアタンでマイチャンス。きっとわかってるだろうけど親友なんだ僕たちは異論は認めない言い聞かせても寂しい理由がわかんないよきっと興味ないだろうけどお前といるの楽しくてここだけの話お前の話アニメの続きより気にな手を伸ばせるなら届
どれくらいさ待てばいい、どれくらいの距離がいい、不安なんかいらない、確かな自信が欲しいだけ。手を伸ばせんなら届けてみたいな、今日こそはもういない強がりな僕。ありったけの勇気も伝わるといいな、期待してみててこれからの僕。やあ、ハッピーデビルデイは楽しんでくれているかい？イベントがたくさんあるから、レビーがオタクたるもの隅から隅まで味わい尽くすべしって騒いでたけど、俺は君が楽しんでくれるなら何でもいいよ。だがこのハッピーデビルデイもそろそろ終幕だ。 TTWF も盛り上がっていることだし、こうして君と祝える奇跡を最後まで思い切り堪能したいな。今年もいろんなことがあったけど、その思い出の全部に君がいる。本当にありがとう。もちろんこれから先も私たちと一緒に過ごしてくれるだろう。来年もよろしく。また帰ってきた即興嘆きの館劇場。びっくりした。俺今気づいた。自分やってこと俺やと思って初めて言った。そうやな。はい、こちらはオタク FM ゲスト陣からのこんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作し、ゲストと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーですが、今回は私加田聡の要望を踏まえてシナリオを作成していただきましこれた。君なん？僕です。これ僕です。あ、そう。はい、僕がはいお願いしました。せい。はい、お願いしました。なるほどね。いや素晴らしいストーリーに仕上がりました。僕は大満足です。とってもあ、そうなんや。そうなんや。とっても大満足です。いや楽しい本ですよね。そうでしょそうでしょ。どうなるかやってみようじゃないか。早速じゃあいきますか。ではタイトルを3人で言っていきましょう。あ、ちょっと待って、その怖いでもう心の準備がいいですよ。そういうじゃあいきますね。はい、すごい茶番入りましたけど。はい、それでは早速始めていきましょう。今回のタイトルはこちら。師匠と殿下のサタン。師匠、今日もゲームが楽しいな。そうだね、僕も仲間ができて嬉しいよ。しかし驚いたな。ゲーム内でただ海を泳ぐのがこんなに楽しいなんて。もう楽しんでたの？このゲームこれからなんだけど。そうなのか？かなり満足してたんだが。だってまだ何にも起きてないじゃん。それも楽しいじゃないか。殿下気をつけて。この辺りでそろそろ出るからサメ。はい、師匠。お、来るぞ。どこからだろうか。後ろだ。うわー、よーしゃ、仕留めた。大きいね。危なかった。師匠があと少し遅ければ食べられていたよ。これは7メートル級のノーマル人食いザメだね。このゲームはこうやっていろんなサメをやっつけて、ワールド内の数百種類って言われるサメをコンプすればいいんだよ。なるほど。よし、続けよう。はい、師匠。へえ、よくできてるじゃないか。あれ、サタンいたの？部屋の前を通ったら馴染みのある BGM が聞こえてきたから。サタン、このゲーム最高に楽しいぞ。一緒にやろう。その前に殿下、いつからこいつの弟子になったんだ？ゲームの時だけは師匠なんだ。その方が教わりやすいからな。レビ、これっていきなりシャークのゲーム版か？そう、もしかして映画見てる？見てるどころか昔から大好きな映画だ。初めて見た時はしばらく夢に出るくらい忘れられなかったな。人食いザメが出てくる時の恐怖感を煽る BGM がいいんだよ。やる？いや、むしろ見ていたいから2人で続けてくれ。わかった。
じゃあ殿下行くよ。はい師匠。いやー、驚くほど再現度が高いな。 BGM はもちろんだけど2人が使ってるキャラクターの歩き方とかそっくりだよ。映画を見てるみたいだ。そうなのか。殿下、ここの海にはしばらくサメ出なそうなので一度陸に上がろう。おいおいおい、なんで陸に上がる？映画は全編ほとんど海での話だったろ。まあそうだけどゲームだとプレイヤーが飽きないようにいろいろな場面にサメが出現するようになってるみたい。なんだそれ。再現度を褒めた途端にこれだ。ちょっと冷めるな。師匠、どこへ向かうんだ？基本的にサメは水のあるところに出ることになってるから学校のプールに行こう。いやいやいや、プール？なんで学校のプールに人食いザメが出るんだよ。誰かわざわざ放流したのか？そういう細かいことはいいの、ゲームなんだから。最初だけか、原作ファンを感動させてくれたのは。師匠、待ってくれ。あそこに良さそうな温泉旅館があるぞ。いいね。学校に行かなくても温泉も水だからサメ出るかも。やろう。いやいやいや、温泉旅館だと？映画では違ったぞ。しかも温泉の温度はサメ生息できないだろう。うるさいな。さあ着いたぞ。師匠、とりあえずチェックインしよう。チェックインってなんだ？直接大浴場行って荒々しくサメを倒せよ。こっちは映画さながらの食うか食われるかの緊迫シーンが見たいんだから。殿下、ほら、さすがに今のは師匠に怒られるぞ。いいね。いいねじゃないだろ。サメを倒すゲームだろ、サメを。おお、なかなかいい部屋じゃないか。通されてんじゃねえか、部屋に。風呂に行け、風呂に。見て殿下、すっごい景色だよ。最高じゃん。素晴らしい。魔界の喧騒を忘れさせてくれる見事な展望。来てよかったな。部屋に通されてよくある最初のくだりはもういい。はあ、ちょっと座ってお茶でも入れようか。一回ばったりすんなって。やるけど旅館着いた時必ず。師匠、お茶が入ったぞ。ありがとう。はあ、落ち着く。ああ、おかみ、素晴らしい部屋をありがとう。最高の眺めだよ。おかみは出ていけ。あれ、この音は出るのか？内風呂ないしおかしいぞ。どこから？なんだなんだなんだ。危ない。殿下が入れたお茶からだ。うわー！大丈夫、やっつけた。危なく食べられるところだった。無理ありすぎだろ。10メートル級の人食いお茶ザメだったな。サイズおかしい。2匹目ゲットだな。よし、じゃあ次の獲物を探しに出よう。次はどこに向かうんだい？そうだな。よし、蕎麦屋へ向かおう。もうただの小旅行再現ゲームじゃないか。こっちは映画いきなりシャークを再現してほしいんだよ。でもサタン、蕎麦食べてたら蕎麦つゆからちゃんとサメ飛び出してくるから。ああ、なるほど。さっきのお茶と同じでな。今思ってることを言っていいか？うん、じゃあ僕も同時に言うよ。同時？まあいいや。言うぞ。せーの。はい、クソゲー。いや、お前も持ってたんかーい。クソゲー？これが？なぜ？どうしてなんだ？師匠！はい、お聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか？いかがだったんでしょうね。素晴らしかった。ブラボー、完璧。僕は完璧に楽しかったですけどね。完璧、楽しかったです。私はね、このレビと殿下がゲームをしてるところに、サタンが思い入れのある作品をやっているから、それの内容について突っ込みまくるっていうリクエストを出しました。結構細かく設定したんですね。僕はね、こういう嘆きの館とかでサタンが切れまくって突っ込みまくるのが大好きなんです。よかったよね。切れ出したら本人気持ちよさそうにテンポ出してたよね。十分に、はい、楽しく満足な感じに仕上がったので面白かったですね。まあサメっていうのもね、サメ映画スミさんは好きですしね、そういう意味でもスミさんも満足していただいたんじゃないでしょうか。どうでしたスミさん？
はいどういう感情どういう感情突っ込ませるな俺頭痛なんねん大声出させるなまさそう言われるやろうなとも思いましたけどもね。楽しそうに聞こえたけどな。ボケが2人俺ボケ2人を処理するのしんどいんやめちゃくちゃいやそれはお前の役目やいやツッコミの感じもとっても僕は好きで楽しかったです。そうですか。はい、ありがとうございました。皆さんはどうでしたでしょうか。ね、感想なんかもぜひつぶやいてほしいと思います。以上、また帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。はい、お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、そろそろお別れのお時間です。拓平さん、すみさんいかがでしたか。楽しかったですね。急に僕はあれですね、両隣にいい声の人たちがいて耳が幸せでしたこいつ絶対思ってへんやろ。いやいい声してますね2人ともねいやいい声してるやつに言われるなんか嘆きの館も結構なボリュームで、なんかゲームコーナーも増えてなんか楽しい回でしたね。いや本当にね、なんか盛り上がった感じがしましたけども。ほんまに盛り上がったよ。お前これで盛り上がってなかったらどうなんねん。いや拓平さんのわけわからん話聞いてただけで今僕ドキッとしたけど僕は楽しかったよ。ああそうなんですか。じゃあよかったです。じゃあよかったです。ご本人全然楽しくないみたいな。先輩喜ばせれたんやったら言い方先輩楽しんでんやったな。いやまあでも多分ね、おそらくカットがどれぐらいになるかわからないですけど。なんでカットする前提で喋るんですか。こんなに盛り上がったのに切るとこあった？切るとこないでしょ。恐ろしい話を言うね。何なんですか急に。恐ろしい話を言うね。切るとこはあったんじゃないかな、切られるんじゃないかなと思うところは何個かあったけどね。お客さんが気にしちゃうじゃない、そんなこと言ったら。そこが気に聞きたいって、まあそうかもしれませんけど、じゃあもう過去最長です多分。本当？間違いなく過去最長です。オープニングにしろね、全てのコーナーで過去最長やったと。脱線してるからね。そうね。まあでもやっぱり通常より一人多いっていうね、やっぱ大所帯でやってますから、まあ伸びてしまうのも致し方ないかなという。わかりました。はいね。誰が言うてるんですか。伸ばしてる張本人の発言とは思えないということ。そうやね。そこのところの事実をなるべく薄めようと思って今違う方向の発言をしてみたんやけど無理かな。もう遅いでしょ。そうですか。もう遅いでしょ。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。はい、全12回にわたってお送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、今回の配信で一旦一区切りとなります。そうなんです。嘘やろ。そうなんです。嘘やん。嘘じゃないです。拓平さんこれありますよ。何が？いやオタク FM 終わって俺ら2人の番組始まるのありますよ。いや出た。はい。マジで？だってじゃないと俺ら2人呼ばれる意味わからんでしょ。だからそういう。いやだからオベイミチームもやっぱ新陳代謝させていこうって思ったんだと思うんですよ。もうちょっと待って、新陳代謝のために僕古い方じゃない？いや番組の若返りっていう意味で。若返り？古いみたいに言われてる。それ僕だいぶおじさんじゃない？いや大丈夫。僕で敵役それ。全然完全に背を向けて言うのやめてもらっていいですか？ほんまに。オベイミチームのそういう勇気を持った判断俺嫌いじゃないですよ。そのね勇気なのか無謀なのかどっちか恐ろしい話でございますけど、これは始まる言ったでしょ。シーズン1の時に2人ゲストで一区切りになったから、シーズン2も2人に来てもらって一区切りっていうね。多田君、向こうに花束見えるわ。卒業。いやないやめろよかった。ない妄想を超えて幻覚が見えました。恐ろしいわ、怖いわほんまに。そうか。はいね、サイドキャラクターにも来てもらった今回シーズン2ですけどもね、いつもよりもボリュームアップでお届けできたんじゃないかなと思っております。 1.5 倍ぐらいやった。いやほんまにそうやね。はい拓平さんなんかオープニングでエンディングみたいなこと言ってたこと覚えてます？何だっけ？じゃあもういいです。じゃあもういいです。はい、じゃあそろそろお別れですけども、最後に一言ずつどうぞ。拓平さんから。そんな古くない方すんの？なんか言い残したことありますか？言い残したことはないですが、でも本当にファンの皆さんのおかげですごく楽しい思いをさせてもらいましたので、そのことには最後にありがとうと感謝を伝えておきたいです。はい、ありがとうございます。じゃあすみさん、またどこかでお会いしましょう。はい、
ありがとうございます。いつも通りのシンプルイズザベスト。ということでオタク FM アニメ&チル、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とディアボロ役の山本拓平とディアボロ役の山本拓平とディアボロ役の山本拓平とサタン役の角真也でした。3人出てきたけど最後の最後になんで3人出てくんねん。はい、これまで応援していただいてありがとうございました。それではまた会う日まで。またね。これで終わりや。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。